アブドゥル・アジーズ・ブン・スハイブがアナスから伝えたところによると、アナスは言いました。アッターの使徒ムハンマド様、彼にアッターの平安と祝福あれがハイバル、砦を攻められた時、私たちはその近くで白明狩りのうちにガダー、ファジュルの礼拝をしました。そして、アッターの預言者様、彼にアッターの平安と祝福あれが乗馬され、アブータルハも乗馬し、私はアブータルハの後ろに同乗していました。アッターの預言者様、彼にアッターの平安と祝福あれはハイバルの通りを早く進まれ、私の膝がアッターの預言者様、彼にアッターの平安と祝福あれの太ももに触れていました。その後、彼はゲイ、イザールを太ももからめくり上げ、私はアッターの預言者様の太ももの白さを見ました。彼が村に入った時、彼は言われました。アッターフ、アクバル・アッターは最も偉大なり、ハイバルは滅びた。我々が敵対する民の広場に降り立った時、警告された者たちの朝は悲惨なものとなる。彼はこの言葉を3回繰り返されました。アナスは言いました。人々はそれぞれの仕事のために外に出てきました。そして彼らの中にはムハンマドだという者がいました。アブドゥル・アジーズは言いました。そして私たちの仲間の一部は、そして軍隊がと言った。私たちは力ずくでハイバルを征服し、捕虜を集めました。リヒアが来て言いました。アッターの預言者様、捕虜の中から一人の女性奴隷を私に与えてください。彼は言われました。行きなさい。そして一人の女性奴隷を取りなさい。そこでリヒアはフヤイの娘サフィーヤを取りました。一人の男性が預言者様、彼にアッターの平安と祝福あれのもとに来て言いました。アッターの使徒様、あなたはクライザ族とナディール族の女主人であるフヤイの娘サフィーヤをリヒアに与えられましたが、彼女はあなたにしかふさわしくありません。彼は言われました。彼女と共に彼を呼びなさい。そこでリヒアは彼女を連れてきました。預言者様、彼にアッターの平安と祝福あれが彼女をご覧になると、リヒアに言われました。彼女以外の捕虜の中から別の女性奴隷を取りなさい。アナスは付け加えました。その後、預言者様、彼にアッターの平安と祝福あれは彼女を解放し、彼女と結婚されました。サービトがアナスに尋ねました。アブーハムザよ、預言者様は彼女に何のマフル、結納金を払われましたか？アナスは言いました。彼女自身が彼女のマフルでした。彼は彼女を解放し、その後彼女と結婚されたのです。アナスは付け加えました。道中、スライムが彼女に婚礼の支度をし、夜になると花嫁として預言者様のもとに送りました。預言者様は朝になると花婿となられ、言われました。何か食べ物を持っている者は、それを持ってきなさい。彼は革の敷物ニターを広げました。すると、ある者はナツメヤシを持ってき、ある者は調理用バターを持ってきました。アナスは、サウイーク穀物の糞についても言及したと思います。そこで、彼らはハイース、ナツメヤシ、バター、粉を混ぜた一種の食べ物を練り上げました。それがアッターの使徒ムハンマド様、彼にアッターの平安と祝福あれのワリーマ、結婚披露宴の食事でした。サヒーフ・アルブハーリー371。解説。ハイバル征服と預言者様の結婚。預言者ムハンマド様、彼にアッターの平安と祝福あれは、共同体の模範であり教育者であり、彼の導きは私たちにとって平和と戦争の両方において真理と正しさを理解するための源です。アッターの使徒ムハンマド様、彼にアッターの平安と祝福あれは、ヒジュラ歴7年にハイバルを征服されました。ハイバルは、マディーナからシャーム、シリア方面へ約 173km 離れたユダヤ人が住む集落でした。このハディースでは、アナス・ブン・マーリク、アッターが彼を喜ばれますようにが、アッターの使徒様、彼にアッターの平安と祝福あれがハイバルを攻めた際のことを語っています。彼らはハイバルの近くで、まだ暗い早朝にスブフ、夜明けの礼拝を行いました。その後、預言者様が乗馬し、アブータルハ、アッターが彼を喜ばれますようにも乗馬しました。アナスは、系譜であるアブータルハ、アルアンサーリー、彼の母はスライムの後ろに同乗していました。アッターの預言者様、彼にアッターの平安と祝福あれは、急ぐために乗っていた動物をハイバルの狭い通り、ズカーク、家々の間にある狭い道で走らせました。このハイバルの道を早く走ったために、預言者様のイザール、下半身を覆う布が太ももからめくれ上がりました。その結果、アナス・アッターが彼を喜ばれますようには、アッターの預言者様、彼にアッターの平安と祝福あれの太ももの白さを見ました。預言者様がハイバルに入られた時、彼は言いました。アッターフ・アクバル・アッターは最も偉大なり。ハイバルは滅びた。我々が敵の広場、サーハ、家屋の前の広い場所に降り立った時、警告された者たちの朝は悲惨なものとなる。預言者様はハイバル征服の吉報として、この言葉を3回繰り返されました。ハイバル入城の際、ハイバルの人々は工作民であったため、
それぞれの仕事のために外に出ていたところでした。彼らは、ムハンマドとハミース、軍隊だと言いました。ハミースとは、軍隊が前衛、後衛、中核、右翼、左翼の5つの部分からなるためにそう呼ばれました。その後、アナス・アッターが彼を喜ばれますようには、ムスリムが力ずくでハイバルを征服した、和解ではなくと伝えました。捕虜、男性、女性、子供が集められたとき、ディヒヤ・アルカルビーが来て、アッターの預言者様、捕虜の中から一人の女性奴隷を私に与えてくださいと求めました。預言者様は彼に言いました。行きなさい、そして一人の女性奴隷を取りなさい。そこでディヒヤはフィアイの娘サフィーヤを取りました。一人の男性が預言者様、彼にアッターの平安と祝福あれに、彼女は預言者様にしかふさわしくない。彼女がハールーンの子孫であり、クライザ族とナディール族の長であったため、と伝えました。そこで預言者様は、ディヒヤと彼が捕虜の中から取った女性奴隷を呼び戻すように命じました。ディヒヤは彼女を連れてきました。預言者様が彼女をご覧になると、ディヒヤに言いました。彼女以外の捕虜の中から、別の女性奴隷を取りなさい。これは、ディヒヤが他の軍勢に対して彼女で優位に立つのを防ぐためでした。その後、預言者様、彼にアッターの平安と祝福あれは彼女を解放し、彼女と結婚されました。解放とは奴隷の身分から自由にすることです。この解放が彼女のマフル、結納金となりました。タービーン共有の次の世代のサービとアルブナーニーがアナス、アッターが彼を喜ばれますように、預言者様が彼女と結婚した際の結納金について尋ねました。アブー・ハムザよ、彼に何をマフルとして払われたのですか？アナスは言いました。彼女自身です。彼は彼女を解放し、そして彼女と結婚されました。預言者様がマディーナへの帰路についているとき、スライムが彼女に婚礼の準備をし、飾り付けをしました。そして夜になると彼女を預言者様に花嫁として送り届けました。こうして、サフィーヤとの結婚により、預言者様は花婿となりました。預言者様は教友たちに言いました。何か、食べ物を持っている者は、それを持ってきなさい。そして、川の敷物、スフラ、食事を乗せるための敷物のようなものを地面に広げ、人々の持っていたナツメヤシ、調理用バター、そしてサウィーク、細かい粉を集めました。そして、彼らはハイース、ナツメヤシ、バター、粉を混ぜた食べ物を作りました。それがアッターの使徒ムハンマド様、彼にアッターの平安と祝福あれのワリーマ、結婚披露宴の食事でした。預言者様がディヒヤに与えたサフィーヤを引き取った理由については、ディヒヤが喜んで預言者様に返したという説や、一部の伝承では彼女がディヒヤの分け前に入っていたのを預言者様が買い取ったという説など、預言者様の品位と無病性にふさわしい様々な可能性のある説が言われています。このハディースには、婚礼において、可能な範囲でワリーマ、披露宴を行うことが合法であることが示されています。このハディースから得られる教訓、婚礼のためのワリーマの合法性、また、それが性交渉の後に行われること、前に行うことも許容されること、そして肉以外でもスンナ、観光が満たされること。ワリーマにおいて、教友たちが持っている食べ物で手伝うことが許容されること。旅の途中で夜明け前に、薄明かりのうちに、スブフの礼拝を行うことが推奨されること。礼拝を早い時間に行うことが推奨されること。スブフの礼拝をガダーと呼ぶことは嫌悪されないこと。動物が耐えられる場合、同情が許されること。馬を走らせたり、騎襲したりすることは品位を損なうものではなく、むしろスンナであり美徳である。なぜなら、それは戦闘の目的の一つだからである。敵を奇襲することが許容されること。ただし、これはイスラームの招きが届いている人々に限る。それ以前には許されない。敵に遭遇した時にタクビール、アッターフ、アクバルを唱えることが推奨されること。確実な事柄において、この文脈でクルアーンを引用することが許されること。ただし、冗談や無駄話として例え話をするために引用することは、アッターの書に対する畏敬の念から禁じられる。